ちび純子は人妻で合っているのということで今回はちび純子が人妻なのか考察していくぜ。いやそれだけではないけどね。真面目に言うと今回はロスワのロリ化したキャラクターたちについて解説するぞ。あの大人ないでたちのキャラたちが小さくなって可愛らしくなった理由はすごく気になるのでよろしくお願いしますよ。一体彼女たちの正体は何なのかお楽しみに。それでは早速研究開始だぜ。ということで、2021年4月30日開催の不死身の幼女象徴フェスで登場し、初めてのプレイヤブル化のロリカキャラは、小さな亡霊老主採用時ゆゆ子だぜ。激可愛すぎてやばい。マジで可愛すぎるよな。目もパッチリしていてもともと美人だったゆゆ子がロリ化するとこんなにも可愛くなるのかと理解できちゃうよね。本当に妹だったら毎日ハンバーグですよ。ちなみに幽霊はハンバーグは食べれないようだぜ。そうなのかロリカで見た目も素晴らしいんだが、実装当初より非常に強力なアタッカーな超フェス現状キャラクター。通常でも非常に強力な火力を出せて、周回火力という点では最強クラスなんですよね。そう、もともと高いステータスと多彩なバフで超火力を実現するアタッカーで総合強さ7350とかなり高めに設定されているぞ。さらに少女転生が最近加えられる予定なので非常に楽しみなキャラクター。ちびゆゆ子の記号は R2。D2？ それスターウォーズやないか。黒ヨウムと同じ世界から来たと言ったらわかりやすいかな。ちなみに彼女のショットスペカは、主に黄昏フロンティアさんとの共同の格闘ゲームに参戦した時のものが採用されているんだぜ。また服装とか靴とかを見ると栄夜消化飛装点あたりの立ち絵を意識したようなデザインとなってますよね。逆さ屏風は飛装点もしくは飛装点速。胡蝶夢の舞はスイム層。反言帳のモーションは飛装点速。紫の彼岸は遅れて輝くはスイム層の CPU 限定スペカから。またラストワード採用荒野の奥に置いて人を作ることで、桜木で作り出した4人の分身から放たれる4種類の弾幕は、それぞれ東方スイム層などでのスキル名の未章の光、反言帳、恐怖アゲハ長門のシアリ、桜フセンスオブチェリーブロッサムから来てる。こちらもすべて格闘ゲームで使用できるんだ。そんなちびゆゆ子の自己紹介を見てみよう。採用時ゆゆ子と申します。迫力論の主にして、支部隊迫力主題の主催者でもあります。何卒、お見知りおきをお願いしますね。うっふ。さて、来場する支配者たちのために、腹ごしらえの料理を用意しなくてはなりません。あなたもお手伝いしてくださるのですか？ありがとうございます。ということで、言葉遣いを大きく変わっていて通常ならば、かば焼きで有名なうなぎよね、小骨取れてないわみたいな大人びた話し方をするんだ。しかしロリ化したといえ大食いは変わらないようですね。そうなんだよ。黒ヨウムの解説によると、元々のヨウムは、魂魄家として剣術指南役剣、庭師を代々世襲していそうな節がある。しかし、このヨウムにはその様子があるようには思えない。小さなゆゆ子に召し抱えられたのが、このヨウムで初代だからだ。ただし、剣術の指南は小さなゆゆ子を相手にしっかり行っているようで、小さなゆゆ子はその剣の腕を、料理に用いているようである。とのことで、黒ヨウムは料理人として雇ったようだぜ。黒ヨウムはまさかの庭師ではなくて料理人だったの？そしてちびゆゆ子の能力は死を操る程度の能力という疑問形となっているんだ。解説文によると、彼女が持つ能力は、元々のゆゆ子が持つ能力と同じものだったはずである。そして、彼女のいる世界の変貌に伴い、能力にも変化が生まれたものと推測される。しかしその異彩については不明である。元々のゆゆ子もまた、能力の変化をかつて経験したという説も存在する。しかしゆゆ子自身が過去のことを明確に覚えていないため、確証はない。少なくとも、非常に強力と思われる能力を乱用するような様子は、今のところ確認されていない。とのことで元々の能力から、ロストワードによって少し変化が加えられたようだ。ただしその能力を用いて死後の幽霊たちを導き、転生までの間保護しているとのことで、通常のゆゆ子の能力と基礎は同じのようだぜ。このチート能力が温和なゆゆ子が持っていてくれてよかったですよ。そうなんだよ。解説文でも非常に強力と書かれているところ、やはり見た目が小さいとはいえ能力は恐ろしく強力なようだ。ちなみに死を操る程度の能力は人や妖怪を、一切の抵抗を許さずに絶命させる末恐ろしい能力なんだ。そんなヤバい能力をこの幼女が持っていると、しかし不老不死には効かないようだぜ。模倣などには通用しないんだ。とは言っても非常に強力な能力なので、やはり可愛い見た目とは裏腹にゲームでもパワフルなキャラクターとなっているぞ。見た目も可愛いし、強いのでこれは欲しすぎるキャラクターですよ。本当に毎日でもご飯をあげたくなっちゃうよな。今後胸も大きくなるという保証付きだし、そこのポイントもでかい。さて、次に紹介するのはなんとチュートリアルから登場していると思われる、意外な初期キャラクターの小さな大妖怪ヤクモゆかり。なんじゃいこの可愛すぎるゆかり。そうそう、口元に手を当てていて大人な雰囲気もありながら体は10歳ぐらいの少女というゆかりだ。こんな妹がいたら毎日 USJ に連れて行きますよ。
ちなみにジュラシックパークの最後に T-Rex が突然出てくるのはゆかりの隙間のいたずらのせいだぜ。そうなのか。ちびゆかりは東方ロストワードのストーリー第3章第2編終盤に登場したんですよね。そう、そのストーリーを見ると彼女たちがいる F1。と思われる世界で大ピンチな状態にあったんだが、このゆかりは何者かを引きつけるために一人残ったんだ。なんて感動的なストーリーなんだ。ちびゆかりは超いいやつでチュートリアルでも私たちのお世話をしてくれるんだ。以前はお世話になりました。ちなみにロストワード異変の鍵を握る謎多き存在なんだが、詳しい詳細やその正体はまだ不明。また正体不明の結界チームという絵札の解説によると、解説2の青い霊夢、青い装束に身を包んだ白霊霊夢。遠い、とても遠い世界から来た。彼女は陰陽玉よりも、お札よりも、心霊を下ろすことを得意とする。神下ろし、初めて月へ行く少し前、彼女の世界のゆかりが教えてくれた。とのことで、おそらくだが漫画東方暴月賞のストーリーは解決済みだったようだ。また神下ろしは彼女の世界のゆかりが教えてくれた、というのがこのちびゆかりなのかも気になるところですよ。ちなみに神下ろしの能力の完成版が渡月より姫が扱っています。それについて気になる方はこちらを見るといいですよ。さてさてまた解説4によると、小さなゆかりはどこからやってきたのかは、まだわからない。彼女は、本当に悪魔ゆかりなのだろうか。もしそうでないなら彼女は誰なのだろうか。とのことで、非常に謎すぎるキャラクター。この解説から見ると、青霊夢に神下ろしを教えたのはこのゆかりじゃなさそうな気がしますよ。私もそんな感じがするが、いかんせんまだ情報が少なすぎるからなんとも言えないな。そして最後の解説後では、先を急ぎましょう。少女と小さな女の子は、一層早く隙間を進んでいく。間もなく、未知の真異世界へ到着する。今度は何百年何千年の時間がかかるのだろうか。もし私が、かつての私のままだったなら、とてもまともじゃいられないわ。青の少女は、そう思った。とのことで、この正体不明の結界チームは何千もの時を超えて旅をしているようだ。さすがにそろそろロストワード終わらせてあげて。この二人はあまりにも過酷な人生を送っていて、このロスワにおいて重要人物だということがよくわかるぞ。またチュートリアルから登場していて、未だに登場してない頃から非常に重要キャラクターだということがよくわかりますよ。本当にちびゆゆこもそうだけど、あんな可憐な女性が見た目が幼女になり可愛らしくなるとまた違った魅力が生まれるよな。何もわからなかった私たちにチュートリアルではお世話してくれたから実装後、今度は私たちがちびゆかりをお世話していきたいところだぜ。成長後胸も大きくなるという保証付きだし。そこのポイントもでかい。それでは次に紹介するロリカキャラは、2022年2月28日開催の外宇宙からの陽侵略者超フェスで登場した、名もなき宇宙恐怖純子だぜ。可愛さのビッグバンアタック。そうなんだよ。今までのキャラクターと違ってちょっと背が高く、小学生の高学年ぐらいの大きさになっているのがポイントだぞ。色小ロリのくせに美脚見せやがって。まず純子は東方漢樹伝の6面ボスを務めたキャラなんだぜ。またウィン版では初めて名字がない6面ボスですよ。さらにウィン版の東方史上初の2つ名を持たないボスなのです。恨みに純化された例であり、すでに自らが何者なのかという情報すら必要としなくなっているからだそうだ。自分の息子を殺された恨みが相当ひどかったんですね。自分の存在も忘れるぐらい恨んでるって怖すぎるよな。そんな威圧感を表すために、神主曰く名前のフォントも他のキャラよりも大きくしているようだぜ。純子は夫に息子を殺された恨みから、その妻である月の女神の女王をも恨んでいるんだ。まさかの一夫多妻制的な関係だったんだ。そして子供思いで素晴らしい母性あふれる人妻キャラでもあるんだ。そんな母性あふれる美人人妻がなんとロリか。そこで皆さんも思ったことでしょう。そう、ちび純子も人妻なのか問題。私はめっちゃ気になってましたよ。ということで、それについて考察していこうと思うぞ。ちなみに汎用記号は B に。記号は胸の大きさを表しているっていうのはあらがち間違いではないかも。まずはじめに能力純化する程度の能力抹消の解説文を見ていこう。地球外生命体としての純子の気質、能力の基本は変わっていないように見えるが、付随する多くの情報が抹消されていて、不明点が多い。彼女の出現する世界によっては、性質を大きく変える可能性がある。根本的な原因についても不明であり、追加の調査が必要だ。とのことで、小さい純子は能力の説明文によると地球外生命体なのではないかと推測されているぞ。はーん、ということは普通の純子とはまた別の生命体ということになりそう。またこの世界の純子は、自らを怪獣と自認している節があるようで、このことからも通常純子とは別物らしい。しかし怪獣と呼ばれる存在には今のところ、いくつかの異なる定義が存在しているようだ。このことから紐解くと、おそらく結婚はしていなくて、子供も産んでないものと思われるぞ。さすがにこの姿で産んでる設定はやばいか。その定義の一つとして偽装怪獣というのが登場していて、これら全く怪獣ではないが、
怪獣と呼ばれている存在らしい。大きい強い怖いといった評価から生まれた、言われとしての怪獣。人間の恐怖から生まれた妖怪ヌエみたいな感じで生まれた存在なんだ。しかし純子が、この怪獣を意図しているかは、今のところ推測に過ぎないようだがな。ただしジョーがへの強烈な執着を抱いている点は、元の純子から変わっていないようだぜ。ふむふむ。でも子供がいないとなると何に執着しているのか気になるところですよ。ちなみにホームさんのコメントで、月の頭脳っていうから、水槽に浮かんだ励みの脳だとばかり、まともな見た目で安心しましたわ。うどんちゃんは渡しませんけど。と言っていて、冷戦のことはうどんげちゃんと言っているようだ。あ、まさかのロリッコに可愛がられているのね。また戦闘開始のセリフでは、ジョーガよ、見てますか？弾幕は楽しいですよ。とのことでジョーガに対して特に怒りはない様子だということが読み取れるんだ。まあ、幽閉されているジョーガに自慢しているという解釈もできるがな。まだまだ不明点があってこれは考察しがいがありますね。それにしてもこんなダーク感あるロリキャラを出すなんて天才的すぎるぜ。確かになかなかいないキャラクターですよ。ロリッコの美脚も拝めちゃいますしね。正直踏まれたいと思った方はグッドボタンをお願いします。ということで、次に紹介するのは2022年9月30日開催の地底世界の養生王朝フェスで初登場した、小さな地底重鎮コメージ悟りだぜ。やーん、こんなキュートな悟りもいい。そうそう、悟りというと目がじと目なんだが、幼女ということで目がパッチリしていて非常にキュート。第3の目もパッチリやん。元々の服も可愛らしいから余計幼女に見えますよ。なんせ公式が幼女と呼称しているしな。そういえば本来は妹の白子石と同時期に登場しましたよね。そう、メインストーリー第4章永遠戦線で初登場したんだ。この小石は地底世界が地上と繋がらない運命をたどった世界において最も昔から存在していた妖怪とされているぜ。範囲記号は F1 で S1 の小さな悟りとは世界線が違うようだが、何か繋がりがありそうだぞ。能力は心を読む程度の能力埋没。埋没都市のコメージ悟りの能力、東方ロスはオリジナル。本来のものとは異なり、埋め込まれた数々の異物により積層か例外化している。歴史の地層に埋没した、別の世界のコメージ悟り。各地の妖怪譚や古い博物誌に記される、心を読む妖怪悟りそのものである。他者の心の内を恐れる思いから生まれた妖怪であり、その起源は内心思想といった社会的概念の発生人類黎明の頃にまで遡る。といったようにどうやらこの悟りは見た目とは違って非常に長生きしている存在だということがわかるぞ。というか人類黎明って人類が誕生する前からいたってこと？おそらくそうなるぜ。白子石も何億年と生きているらしくかなり似たような境遇にあるな。それだけの長寿からこの世界のコメージ悟りは、そこに妖怪としての根源を持っているようだ。そして能力は埋没となっていて、何者も心を読むことは絶対にできないはずなのに、それなのに、自分の心が読まれている気がするという恐怖を与えることができるようだぜ。待って待って、あまりにも難関すぎる。またコメージ姉妹は悟り妖怪だけに嫌われていたんだが、この世界のコメージ悟りは、その事実への思いがひときわ強かったようだ。本来であれば幻想入りした後に、妖怪の山へ住んでからの地底入りという経緯をたどっているようだぞ。あと解説文ではさらに色々書かれているんだが、あまりにも難しすぎるからここまでにしておくよ。この難しい解説がまだ3分の1ってガチ？このように結構みんな見た目とは違って非常に長生きしているようだ。あとラストの一人のロリカキャラも気になりますよ。さてラストに紹介するのは、2022年1月1日開催の異なるコーマ間の妖霊上超フェスで初登場した、小さな悪魔霊場レミリア・スカーレットだぜ。指揮称ロリカかな子様じゃなかったのか。通称飛風レミリア。ロリカしたのかわからん。そうそう、正直元々が幼い部分あんまりわからないんだよ。9歳が7歳ぐらいになった感じ。東方ロストワードのストーリーの一つである飛風ロストワードの記号 EQ 偽りの楽園を求めてに登場する、運命を歪められたレミリア。ただ彼女もまたとんでもない境遇にあるらしく奪われたものなんだ。ほう、一体誰に何を？まずロリレミリアの気質は幸運。多くの弱点を抱える代わりに強大な基礎能力を持つ吸血鬼なんだが、この世界のレミリアには弱点が少ない。これは、彼女が旧世界の信仰を楽園へほとんど持ち込まなかったことに由来しているそうだ。彼女の旧世界は、細かな教理と厳しい教義に支配された信仰世界だったんだが、楽園にはそのような基礎土台がないため、彼女の存在は精霊や神霊に近いものとして捉えられている可能性があるとのこと。飛風フランの解説でもそんな感じでしたよね。そうそう、つまり吸血鬼というくくりではなくて、神霊として考えられた存在なので弱点が少ないといった感じだ。ロリ純子の仮想怪獣にも似ていますよ。そして非日光に弱い点は避けられなかったが、非霊的浄化はむしろ彼女の武器となっているようだ。ということは通常のレミリアと比べて相当強いことになりそう。また能力は運命を操る程度の能力は異極。解説文によると、運命を歪められたレミリア・スカーレットの能力、本来のものとは異なり、幾多にも重ねられた歪曲により多重化局所化しているようだ。
本来の運命をたどらなかった、別の世界のレミリア・スカーレット。彼女にとっては彼女こそが正真正銘の悪魔であり、魔界とは架空の概念であった。もともとは人間であったのであろう。とのことで衝撃の事実が書かれているんだ。まさかのもともと人間だったの？正直ロリカよりも驚きの事実じゃないですか？しかしいつの日からか、彼女は悪魔また吸血鬼となったようだ。悪魔と呼ばれ、悪魔として扱われる人間、それこそがその世界での唯一の実在する悪魔だったようだぜ。彼女にも本当の妹がいたようだが、詳しいことは不明。クランかどうかは謎ってこと？彼女が悪魔であることを最も許さなかったのは、神でもなく、宗教組織でもなく、彼女のそばにいた者たちだったようだ。なるほど、全然わからない。またどうやら彼女自身が、能力を使って運命を歪ませてしまったようだ。本来のレミリアの能力は運命を操る程度の能力ですよ。作中では具体的にどんな力なのか明かされていなく、この能力を使ったと明示したシーンもありませんよね。怪我をして倒れていた者をコーマ間の誰かが助けたことがあったらしいが、この場合はのたれ死ぬはずの運命を、別の運命に変えられた可能性もあるようだ。また変えられた運命次第では、人妖になってしまうこともあるというぞ。これが愚問式で書かれていて、昨夜はやっぱり妖怪なのではと思っていたんだが、東方地霊気伝で昨夜だけは怨霊に乗っ取られても平気だったことからやっぱり人間だったんだ。へえ、どう考えても人間離れしている昨夜はちゃんと人間だったんだ。おそらく、逆に妖怪から人間になったのではと考えられるな。話を戻して、彼女の記憶はどうやら運命の分断が故にほぼ失われているようだ。つまり自分で自分を奪ったってこと？ただし彼女の持つ力は決して小さくなく、むしろ大きいようで、元々の存在が持つ力に比べれば微々たるものだそうだぜ。しかし常に椅子に座っていて、ストーリー内では立つことが困難になっているんだ。これまた何があったんや。ロリカキャラはあまりにも謎が多すぎるけど、これを管理している運営者さんが天才すぎるぜ。話の内容がルナティックすぎるので、せめてノーマルくらいに落としてほしい。先ほども言ったように、彼女は記憶喪失なようで強化セリフでも、なんか思い出せそう。ここまで来てるのに。と言っているぞ。また友達になると、黒いコンタクヨウムがいるでしょ。白玉スダイとかいうところの出身の。彼女も私と似た境遇ね。運命が見える私には、わかるのよ。と言っていて、黒ヨウムと近しいことが語られるんだ。黒ヨウムといえば、浪人らしくまだ謎が多いけど一体。また仲良しのセリフによると、奪われたからといって、弱くなったとは言ってない。補ったことでむしろ強くなったの。見た目はちっちゃくなっちゃったけど、今の私は幻想郷どころか、魔界さえも支配しうるんだからね。ということでもともと世界低いわけではなくてガチでロリ化したようだ。あんまり変わってないので気にしなくていいのに。さて以上がロリカキャラについてまとめだぜ。正直まだ謎が多くて、語りきれていないこともたくさんあるから彼女たちについてまた紹介していこうと思うぞ。ロリカキャラの秘密楽しみすぎる。視聴者さんがしてほしいロリカがあれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。